今日はこの世界についてお話ししたいと思います。何か印象変わりました？気のせいですよ。それではどうぞ。女神さん以外にも他の女神がいるって聞いたんやけど。ええ、私の姉と妹の3人でこの世界の管理をしています。他の2人は長命のエルフと魔族担当なのでほとんど仕事をしません。増やしすぎると魂の流通バランスが崩れてしまうのです。これ聞いてもええのんかわからんけど、女神さんたちの仕事ってどういうものなん？基本的には世界というより魂の管理です。地上で神の力を使うことはできますが、なんというか神の品格の問題とでも言いましょうか。査定に響く的な？ええ、まあ助言や言葉を与えるのは自由なのですけどね。神の力を使うのは本当に最悪な時だけです。その世界の中で魂の転生を繰り返しながらゆっくり育てるもよし、増やして外の世界に売るのもよし、そこは神の裁量となります。なんや、まるで金か作物の話みたいやな。ええ。神々の世界では魂は資産のようなものなのです。魂を外の世界に売るとどうなるん？神の格が上がります。最近では地球が大量の魂を外の世界に売っているようです。そういえば、なんで俺おっさんのまま転生したんや？俺と同じ時期に死んだ地球のこと、25年も転生の時期が違っとるんやけど。それは私のせいかもしれません。どういうことや？なぜかレベル1000の生活魔法とあなたのパーソナリティが強く結びついていてリセットできなかったのです。生活魔法って女神さんがくれたもんちゃうの？いいえ、レベル1000の生活魔法を持つ魂をオークションで買い取ったのです。それが俺？何、そういうシステムなん？定期的に外の世界向けに大量の魂が売られているのです。なんや、セリみたいやな。生まれ変わっても培われたスキルは魂に刻み込まれるのです。レベル1000の生活魔法は私も初めて見るスキルだったので完全にリセットするには忍びないなと思ってちょっぴり放置しちゃいました。そもそもあなたの魂が地球産であるということもあなたに地球に呼ばれた時に初めて知ったのです。魔力のほとんどない地球にレベル1000の生活魔法スキルを持つ魂があったのか不思議なんですよね。レベル1000の生活魔法スキルを持っていても魔力のほとんどない地球では使い物になりませんからね。どちらかというと地球は昨今の人口爆発で魂を大量に売る側なので魔力が必要なスキル持ちをあえて買い取るとは思えませんし、魔力のほとんどない世界で魔力が必要なスキルが芽生えるとは思えないのです。魔力って一体何なんや？魔力はいわゆる金、ゴールドから発生します。へえ、そうなんや。確かにこの星はとんでもない量のゴールドがあるもんな。地球に魔力がほとんどないのもゴールドが少ないからか。あそこまで魔力が少ない世界というのはちょっと信じられないのです。おそらくどこかの時点で大量のゴールドが使われたのかもしれません。おう、というと？普通は生殖活動によって子がなされ新たな魂が生まれるのですが、魔力を大量に使って魂を作ることも可能なのです。おう。しかしその方法は地上のゴールドを消費してしまうのです。その方法で大量に魂を生み出し魔力のなくなった世界は不便さによってやがて機械文明が訪れさらなる人口爆発が起こるのです。そうなんや。地球でも過去に寿命の長い種族やモンスターなどはいませんでしたか？まさか恐竜か？魔力の豊富な世界では生物の変化が促進され多様性をもたらします。進化ではなく？まあ都合が良ければ進化というでしょう。魔力のない世界では多様性はなくなり単一種族だけの世界になってしまうのです。確かに。地球は人間しかおらんしな。一方魔力の豊富な世界はその分だけ脅威となるモンスターも多くなります。自然にできるダンジョンもモンスターと言ってもいいかもしれません。世界にはいろんな種族やら、いろんな色のゴブリンやら、いろんな色のイノシシとかいるしな。その方が賑やかで楽しいでしょ？そういえばエルフに人呼ばわりされたんやけど。ああ、それは昔
姉が呼び込んだエルフの子がとんでもないやんちゃ者で、世界崩壊寸前まで行ったのを姉が突っ切りでその子に修正させたのです。なんや、マッチポンプだったんか。ちなみに最近姉が呼び込んだシルフィーちゃんか？あの子の前世の世界では、魔術文明と科学文明がうまく組み合わされ、銀河規模の文明へと発展しています。銀河規模の文明なんてあるんや。もっともあちらの世界では魔力とは呼ばずフォースと呼んでいますがね。なんかどっかで聞いたことある言葉やわ。私たち姉妹はゆっくりと魂を育むという方針をとっています。なので私から見ると、地球は魂を大量生産するだけの工場のように見えてしまうのです。じゃあ、なんで女神さんたちは俺たちの魂を買い取ったん？まあそこは趣味とでも言いましょうか。前世の記憶を持ったまま今こうやって対等に話し合える相手が時々欲しくなるのです。それにこの世界の常識も知りませんから、いろいろと手助けするのも楽しいですし、時々興味深い魂を見つけると手元に置いておきたくなるのですよ。今日はいかがでしたでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あなたに祝福を。